はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1ヶ月というか20日ぐらいまでのタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。5月全体のね、星の解説、エネルギー解説した動画もありますので、よかったらそちらもご覧になってください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ソード2の逆、ソード5の逆、そしてストレングス、ワンドの6、ソードの4でソードクイーン逆、そしてペンタクルスのエースですね。気をつけることは対策がジャッジメントとペンタクルスのキングとオラクルはじゃん、はい、ワンドの7です。なるほどね。はい、本当にね大事な時期だと思います。お羊座さんも。まずですね、前回ね強調のところでも言ったんですけれども、やっぱりこの5月っていうのは5月単体っていうよりも4月の末からの流れが非常に盛り上がってくる時なので、すごく自分の体感としてうまくいってるなとか嬉しいなっていう気持ちがある方っていうのはもっとそれが膨らむ。でも何かちょっと自分が困ってることがあるとか何とかしなきゃって思ってる不安材料みたいなのがあるとそれも大きく感じちゃうみたいな感じがあるので、とても過剰な感じのエネルギーの時なので、ここは本当に冷静に自分や現状を見てほしいなっていうふうに思いました。カードで見た時にやっぱり入り口がソードの2の逆なんですね。でこれはこれはねなんていうか結果的にはめちゃくちゃいいことなんですよ。これはね特に5月の11日全体のところでお伝えした何か大きな気づきがあるよねっていうのってお羊座さんにとってはもう本当に本当に大事な深いところにある宝物に手が届くみたいな感じなんですよね。深いところにある宝物です。なのでそれを嗅ぎ分けるまではちょっと若干ちょっと余計なものを乗っけていかなきゃいけないっていうのがあって、少し今までの自分自身とは違う自分っていうのを体験してらっしゃる方も多いのかもしれません。なのでちょっと体調が優れないとか、もしくは体調悪いわけじゃないんだけど一定しない物事が一定しないバランスですよね。自分の体のバランス、ホルモンバランスもそうだし、感情の浮き沈みもそうだし、何かがやっぱいい時と悪い時みたいなのが結構差が激しいのかなっていう感じがしてます。でその中でなんとか掴もうとしてるとか、その中でなんとか落ち着くものをね手にしようとしてるっていう感じがあって、結果的には絶対に掴めるんですけど、それを探してる間っていうのは不安になりますよね。そんな感じが描かれています。一番ね星で見た時にこの5月の特に20日ぐらいまでっていうのは自分の感覚や自分の価値っていうところにすごく光が当たってるから、よく言うならば本当に豊かだねっていうことで金運が上がるねとか、そういった表面的なことも言えるんですけども、深いところでは自分を信じたいという気持ちがすごく強くなるんです。今感じてるこの感覚を信じたいみたいな、だから他者の言葉とかそういったものに惑わされたくないみたいな感じがあるんですね。だから、例えば流れがもう全体的に例えば右から左に流れようとしている時に、お羊座さんはいやここはこっちじゃないみたいな感じで思ったとしたら、なんとなく同調圧力のまま流されそうになるけど、でもいやこっちじゃないかなっていうふうに思うことが、なんとなくこの流れとかこの職場だったり環境の中で反抗してるように感じたり、いわゆる完全にそこに添えないっていう感覚があるかもしれません。でそういうふうに思ってる自分ってダメなのかなとかいいのかなみたいな、そういうようなものがありますが、ここでもやっぱりメッセージとして言われているのは今本当にねお羊座さんは調整してるところなんです。自分自身の感覚もですし、価値観もだし、体調もホルモンバランスも自律神経も全部なので、ちょっとぐらい揺れたっていいんですよ。でその時にもう白か100かでダメだとかもういいとかっていうふうに言えないので、
客観的な意識を持ちましょうっていうのがもう一番のメッセージなんですね。結果的には何とかやってます、やれてますので、もうちょっと余裕を持ってやりたいとか思うと思うんですけど、とにかく客観的に自分で自滅しないようにだけしてくださいね。でここに至るまでの間にやっぱりすごい頑張りましたねって感じで言われてます。ここでね、ストレングスっていうカードが出てるので、これはもう不可能を可能にしてきたじゃないですかみたいな、自分の中で無理だと思ってたことをどこまで叶えましたかとか、自分の中で本当に大変だったことをどこまで超えてきたんですかって、その力がありますよねっていうふうに言われています。で結果的には何かやっぱり結果的にはというか今現状においては、非常に嬉しいことというか、やっぱりちゃんと見てくれてた人は見てくれてたんだなって分かるような嬉しい話を聞いたり評価されたりとか、こう自分がやってたことよかったって、これでよかったって思えるものがあるっていう感じがするんですね。なのでおそらくこれは4月の末から始まってるこの流れにすごくうまく乗ってると思いますし、ご自身でもよしよしと思うんだけど、でも急にねやっぱりちょっと待ってみたいな感じで止まりたくなると。で自分のことを疑ってみたくなる。もしこれが、一般的にありがちな話だと思うんですけど、もしこれが正しければきっと他からいい話が来るはずだとか、きっと自分は導かれていくはずだみたいな感じで、ちょっとこう流れに委ねたくなるっていうのがあるかもしれません。そういう時ってなんか例えばスピリチュアルなことが好きな方だったら特にそういう傾向があると思うんですよね。いいお知らせが来たらこれはいけってことだとか、そう言いたくなるのはとてもわかるんですけど、今のお羊座さんってまだほんと調整中で、自分の中のネガティブな部分もプラスな部分も両方見ていかなきゃいけないっていう時だから、そのサインだけを求めてたら本当はすごいいい流れが来てるのに、自分がたまたまバランス崩してる時っていうのはそれを変に受け取ってしまったりとか、これは違うってことだみたいな感じで受け取ってしまうので、その自分のまだ不安定なね状態の中でその外側のことに惑わされて決めるっていうのは非常に危険なんですね。なのでそうなると、これはやっぱりダメってことだわっていうふうに自分で勘違いして自分の可能性をそこで止めてしまいそうな感じがあるんです。そしてもしこれが本当にそうだったら周りの人が言ってくれるでしょうとか、周りの人が私に手を差し伸べてくれるでしょうみたいな、そういった感じがあるんですけど、本当にやりたいことってその運勢が良かろうと悪かろうと自分がやると決めればそっちの道っていうのは作られていくわけで、そこを試されてると思っておいてください。でそこまでやりたいわけじゃないしなとか、やりたいことがわからないしなっていう風に感じる方もいらっしゃると思うんですけど、全然それでいいじゃないですか。それでね、ただここまでやってきた自分っていうのを絶対否定しないでほしいんですね。もうだってもうここにやってきた証があるし、対策とか気をつけるところっていうところでも十分に今のお羊座さんができることっていうのはたくさんあるんだけど、なんか新しいフェーズにねもう入ってるので、この新しい時代の流れを乗り切るにはやっぱりちょっとこう改造しなければならないというか、自分のこれまでの感覚を、体を、その調整がやっぱり行われている。この調整って結構そんなに今月だけという話ではなく、ちょっと本当に1年とか2年ぐらいかけてゆっくりと整えていくというものなので、たまにちょっとバランス崩しそうになってもそれは自然なことなんです。なのでそれをダメなんだっていうふうに自分で思わないでほしいなと思ったんです。すごくいい流れなのに自分で止めたくなる、そして自分で疑ってるって感じが出てるので、そこだけ注意してください。でその後にやっぱりエースペンタクルズのエースということで、よかった、なんか本当に自分で自分のことを疑ってただけなんだみたいな、本当はこのペンタクルスというね価値っていうものを自分がちゃんと持ってるし、自分の中にあるのにそれを疑っていたんだ自分がっていうことに気がつくよっていう感じです。なので対策として言われているのが、このジャッジメントっていうのはこう救済のラッパが鳴るっていうね、復活しますみたいな感じのカードでもあるので、もしね自分の中でダメだって思うことがあったとしても、おそらく復活するんだと思います。そしてやっぱり自分の中には豊かな感覚がある。この豊かなキングを思い出してほしいっていう感じですね。実際干してみてもやっぱり5月のね20日ぐらいまでっていうのはすごく自分の感覚を試されているからこそ、なんか
自分がどうあるべきなのかってことをすごく迷うかもしれませんけど、もうすでにやっていく力も才能もその素質もお羊座さんの中にあるよって言われてる気がしました。ただご本人の体感としてはダメだとか無理だとか思ってみたり、いけると思ってみたりっていうのがちょっと忙しいのかなって感じがしますね。そして一番大事なオラクルとして言われているのがワンドの7ということなので、ちゃんとできますよっていうふうに言われてるんですね。ちゃんともう自分では必死かもしれないけどお羊座さんだからこそできるんですよって言われてます。たとえ厳しい状況であったとしてもなんとか切り抜けていけますよっていうふうに言われてるので、そのネガティブな方に行って自分を蔑むとかそうせずに、自分の中にある価値っていうものをしっかりと思い出してほしいなっていうふうに思いました。はい。これだけやっぱり風が吹いてると5月って楽しいんだけど本当に目まぐるしいですよね。おそらく関わる人との関係性も、ちょっと人間関係とか見てみましょうかね。関わる人との関係性においてもすごく合う人と合わない人みたいなのがあるかもしれませんね、この時期。ちょっとねお仕事見てみます。仕事ね、流通業されてる方とか接客業をされてる方にとっては盛り上がりますね。タワーお仕事ねソードの8なんと、ソードの9ということで、お仕事に関してはここはですね絶対に早とちりしないでください。もう今これで見ると、今この5月の中の流れで見ると、何か自分でさっき言ったサインが来てないとか、これは違うってことだと思って自分でなんか烙印をしたりとか止めてしまうみたいなのがあるんですけど、お仕事に関してもやっぱりこれじゃないんだとか、これで無理なんだみたいな、そういったことを感じそうです。でもそれは全然そんなことないんです。本当にピンチやチャンスだと思っておいてください。なんかダメだとかもう最悪だと思ったその瞬間に、その最悪の裏にどんなメリットがあるのかとか、どんな恩恵があるのかを想像してみてほしいんですね。それ単に自分が自分のことを縛ってるから見えないだけなんです。これはさっき言ったなんかサインに任せてるとわからないけど、自分で自分の中を見たり、今外が荒れてたとしても私はこのためにやってるんだみたいなのがちゃんと分かってると、ちゃんとそこを切り抜けられるんですよね。でもなんか迷いの渦に入ってしまいそうな感じがあるから、今これで見ると要するに全然見てないんですよ。どっちのカードもソードの8とかソードの9のカードっていうのはどっちも目を閉じている、顔を覆っている、周りを見ていないっていう感じなので、ちゃんとそれがね5月の末ぐらいになると、またそのさっき言った5月31日のいて座の満月あたりになるともちろん開けてくるんですけど、もしかしたら5月の11日のその大きな気づきがあるっていう時に何か感じるかもしれませんね。でもお仕事でこれだけ本当に見えてませんよって言われてるからよっぽど見えてないのかもしれないです。自分はダメだとか、これでうまくいってると思ってるけどうまくいってなかったとか、なんか気づくべきことがあるって感じがします。とっても大きな気づきがお仕事の中であるので、本当にピンチやチャンス、その裏にその奥にどんな恩恵が待ってると思うっていうことを想像してみてください。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係楽しいね。こういうのでこんなに出ると何があるんだろうってすごいワクワクしちゃいますけどね。私だったら、私もお羊座なんでね、ちょっとね何があるかちょっと本当になんか書きたいですよね。よかったら書いてください、コメントで。できたら本当にその一瞬で変わるんですけど、違う側面から見た時のね恩恵を気づいたらいいなと思います。ちょっと人間関係見ますね。おっと人間関係は太陽スターですって。どういうこと？ワンドの10ということで、人間関係は本当に恵まれてます。もうめちゃくちゃ恵まれてる。どうですかこの明るいカード。ちょっとこの裸やめとこう。最近ダメになるからこのねスターと太陽っていうのは
本当に人間関係においては何の心配もないですよとにかく。そしてすごく救われます、人に。例えばご自身はなんか行き詰まってるなって感じだとしても、ちゃんと見てくれてる人がいるとか、ちゃんと導いてくれてる人がいる。おそらくこの関係性で言ってくれる人ってめちゃくちゃありがたいんですけど、それをお羊座さんが自分が否定されてるとか、自分が嫌がられてるっていうふうに受け取ってるだけかもしれませんので、本当に開いて、自分のために言ってくれてるんだなっていうふうに思ってみてください。そして誰かのために無理して何かをするっていうのはこの時はしない方がいいのかなって思いました。やっぱりここでワンドの10の逆っていうのが私から見ると出ていて、ワンドの10っていうのは誰かに好かれるためにこれだけのことをしなくちゃいけないとか、義務を果たすためにはこうしなきゃいけないっていう思いを手放しましょうっていう、重荷をね外しましょうっていうカードなので、本当に自分がそのままでいれば関係性っていうのはうまくなるから、下手に自分が何かの責任を背負い込んでこうしなければダメなんだって思ってたけど、そうやって無理してる分なんか他者に対してまた私はこんなにやってるのにみたいな気持ちになったりもするかもしれないから、本当に責任をちょっと置いといて、自分らしくいる、もうこれです、私はこれですみたいな感じでいく方がうまくいくんだなと思いました。すごいなんかドラマがありそうな5月ですねまた別でラブメッセージと人間関係に特化した動画撮りますので少々お待ちください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。どうでしょう、ここまでで何か分かったよとかヒントになったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。お羊座さん5月の20日までの流れね、ちょっと見てみましょう。このオラクルカード、どうですかこれ。アチーブメント、なんかご褒美があるんじゃないですか。達成みたいな感じだし、その価値があるって感じだから、なんか一番最初に思ったのがですね、本当になんかこのカードがよく示していて、なんか雪の中自分はすごく寒さで痛くなってきてるけど歩いてるんだと。でもそれどこに向かうためだったっていうのをちゃんと自分が持っていれば、ちゃんとそのなんか雪道を抜けた後にたどり着くよって感じがあり、ここでもね良かったねって感じが出てるんですけど、そこにたどり着くまでのなんか心理的な状況がもしかしたら苦しいのかもしれませんね。でもそれはさっき言ったみたいにね、自分のバランスが上がったり下がったりしてるからだよってことなので、力を抜いて、なんか本当に力を抜いてみたら何も悪くなかったってことに気がつくかもしれません。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。